どうも、あさきです。では早速ですね、前回に引き続き 3.5 インチの機体の、組み立て、ビルドですね、やっていこうと思います。どうぞ。ではまずですね、こちら FC にこの電源とコンデンサーつけるところからやっていきたいと思います。ではですね、基板のここ、プラスとマイナスにこの2つつけていきます。まずこれ。で、これは長い方がプラスです。いや、ここか。こうか。こうすればしっかり乗ります。OK です。すごいハンダパッドに工夫があったのに私がちょっと気づかずにやってしまいましたが、結構スムーズにつけることができました。お次は、受信機つけていこうと思います。で、受信機の付け方はこのダイアグラムの PDF に書かれています。今回双葉の受信機なので、この4ページ目に書かれてるやつですね。ELRS だったり他の受信機の場合は3ページ目だったり別のページにつなぎ方が書かれているので、そちらを参考にしてみてください。ではつけていきます。つける場所がこの上3つに、上からグランド 5V S バスをつけていきます。はい、OK です。ここまでついたので、ベータフライトにつないで、まず受信機の設定ですね、していきたいと思います。で、これ、ベータフライトつないで、バッテリーつなぐんですが、その時これですね。スモークストッパー、ショートしちゃわないように、これをつけて、バッテリー入れていきたいと思います。で、この受信機のベータフライト上の設定方法なんですが、これもダイアグラムの PDF のデスバスは9ページ目ですねに書いてあるので、この通り設定してます。まず FC をパソコンにつなぎます。ここですね。どうだ、来たー。で、接続です。で、さっきの設定ですね。ポートのところで UART4 のシリアルをオンにして再起動します。あとはレシーバー設定でシリアル S バスにします。で、受信機でシリアル S バス保存して再起動で、ここで一旦バインドしておこうと思います。まず必要であればモデルの作成ですねをするんですが、これはちょっと今回は割愛しようかと思います。で、私の3インチのモデルを選択します。双葉のモデルを選択します。で、一旦これ抜きます。ちょっと双葉の受信機のバインドが久々すぎて分かんなくなってるんですけど、確かプロポ側はのリンケージメニューですねのシステムタイプがこれ SFHSS になってれば大丈夫です。で、電源入れて、確かこっちをこのバインドボタンを押してバッテリーつなぐでバインドしたはずなのでやってみます。こちら FC は2から4セル対象なので、その範囲のバッテリーをつけます。よし。ではバッテリーを入れてバインドボタンを押す。で、緑になったからなんか大丈夫な気がする。よし、ショートもしませんでした。なのでこれちょっとバインドできてるか確認するにはベータフライトにつないで、スティックが反応するか見ていきます。はい、まず接続。はい、
で、受信機。何も出てない。受信機のバーが真っ白になって絶望していたんですが、ちょっと解決策分かりそうです。で、一旦ちょっと CLI コマンドラインでダンプオールして今の状態を保存しておいて、で、新しいベータフライトではファームのところで何やら送信機のプロトコルの指定をしてるみたいなので、それを多分クロスファイヤーになってるので S バスにしてやります。で、この時、ターゲットとファームは確認しておきます。で、一回切断して、ファームフラッシャー。あ、これですね。チューナル C405、4.5 って1。ここはまあ変えずに。で、これだ。これ。これ。で、ファームウェアを選択して、OK。で、ファームウェアの更新ですね。コップを作成。これ一緒だろうな。なんか親切になってる。失敗してる。そして、ファームを上げるには、FC を DFU モードにしなきゃいけません。なので、ここで DFU。ほい。違った。入れる？DFU なりました。で、ファームフラッシャーをして、チューン、05。ほい。で、こうですね。で、ファームウェアを選択。ほい。で、更新。ドキドキ。成功しました。で、接続。やったぜー。まあちょっと設定もう一回やろうと思います。水平キャビリブレーションして、OK。で、受信機のところでシリアル S バスと。はい。で、送信機、電源入れて、バッテリー入れます。来たー。まずスロットル、上下。OK です。で、あとは、モードのところも入れておこうかなと思います。で、まず、アームが、ここ。なので、カッチ。一番手前がフリップオーバーと。OK。よし。で、一旦抜きます。早速ちょっと焦りました。お次はカメラと VTX ですね。をつけていこうと思います。で、これもダイアグラムの図にどこにつけるか書いてあるので、それに沿ってつけていきます。ここですかね。で、今回はカメラと VTX がつながっているタイプを使うので、配線するのはこの VTX のところだけですね。で、これは、端から5Vグランド VTX カメラスマートオーディオになってます。で、こちらがちょっとね、微妙に書いてある名前がこれとこれで違うんですよね。多分 5Vグランドはまあそのまま同じなんですけど、 VTX がビデオアウトで、カメラがビデオインで、スマートオーディオが PX ですねになりそうです。よし、できました。いよいよフレームですね。組み立てていこうと思います。よし、では早速、こちら見ながらやっていきたいと思います。まず開けます。めっちゃシンプルですね。なんか5インチとかのフレームってすごい何層も結構重ねたりとかするんですけど、これはもう本当にアームとトップとボトムって感じ。よし、では行きます。まずはこ
これにこうですね。でネジが短いのと長いので、まず短いのがこっち、長いのがこう、これを乗せると、これで止めると、ほい、ほいで次の足を入れると、でネジをまた止めると、これを全足分繰り返す感じですね。で最後の足、OK で次が FC を乗せる、これですね。でこの時 FC についてたこれですね、4つゴムつけます。でこれを乗せる。間違えた。これ逆でした。OK でこれに FC を乗せる。向きがそうですね、この矢印が書いてあるやつが上です。 OK。 ちなみにバッテリーベルトですね、どっちからでもつけれるようになってます。かわいい。よし、あとは私が一番苦手なモーターの配線ですね。やっていこうと思います。最初にちょっと軽く止めちゃおうと思います。OK。で2つ目いきます。OK。でここでこのネジなんですけど、長さが長いのが2本入ってるので長さ注意です。OK。ラストです。届かない。切れちゃいました。でOK。これでハンダは OK です。いやー疲れた。でこのモーターのところはこれドローンテープですね。でちょっと押さえてやります。 OK です。では続いてベータフライトの設定ですね、していきます。まずパソコンとつないで接続で、設定するのがまず VTX のセットアップですねが UART の1、これ1の周辺機器のところを VTX のスマートオーディオですねにします。でボタンを押して再起動でポートが OK です。であとは基本設定でアーミングを180、これがカメモード起動するように180にしておきます。でこの辺かな、保存して再起動
で、この画面で、RSS チャンネルを12にします。モーターの回転方向を見ていきます。で、またちょっと怖いので、スモークストッパーつけてバッテリーをつなぎます。くぜー。で、モーターを1個ずつ回していきます。で、1番からいきます。うわ、逆。2番いきます。逆。3番。お、逆、全部逆であってほしい。4番。4番が回らない。バッテリーつないで、アーム。お。で、この4番だけ回ってないですね。こういう時はまずモーターをですね別のところにつないでみて、でモーター側が悪いのか、FC 側っていうかこの ESC ですねが悪いのかをちょっと見ていきます。これ外します。外してちょっとお隣ですねにつけてみようと思います。はい、外れました。で隣も外します。よし、 OK です。こんな感じでこのもともとついてたモーターを外してこっちについてた4番モーターを一時的につけました。でこれで回るかちょっと見ていこうと思います。でアーム、回らん。回らないのでモーターが悪いみたいですね。ですね、この辺は回ってこれだけ回ってないです。とりあえず原因の切り分けできたのでチューン RC さんに問い合わせてみたいと思います。ただモーター側が悪いっていうことでかなり傷は浅いかなと思います。もしこっち基板側がダメだった場合はもうこれごとまるっと交換になるのでモーター側で良かったなという感じです。あの後ですね、チューン RC さんに問い合わせをしたところ、なんと問い合わせて多分15分ぐらいですぐ返信が返ってきて、多分 ESC コンフィグレーターでモータースタートアップパワーを増やしてみてくれという連絡があったのでやってみようと思います。で、びっくりしたのが、本当に私が昨日作業してたのが夜中1時前ぐらいだったんですけど、で、1時ぐらいに問い合わせ、やべえってなって問い合わせして、で、もう1時15分ぐらいには返信がすぐ来たっていう、このサポート力と優しさですね。すごくありがたかったです。ではでは、ちょっと、ブルージェイですね、を使って、スタートアップパワー上げていきたいと思います。しかもですね、私が紹介した FC のページですね、にも注意事項として、なんとがっつり書かれていました。デフォルトの BlueJ のファームウェアは 0.21 になってて、でスタートアップパワーは V0.16 より低いですと。なのでモーターが回らない時はスタートアップパワー増やしてみてねってやり方ここに書いてあるよと書かれてました。なのでこれやっていきたいと思います。でこのページに飛んで、回らない時や周りが弱くて止まっちゃう時はミニマムとマックスのスタートアップパワーを10ずつ増やしてみてくださいと。で、それをモーターが回転するか、回転したり止まったりするまで繰り返してくださいと書いてあるので、やっていこうと思います。で、機体ですね。をパソコンとつないで、で、BlueJ 起動します。で、接続。で、バッテリー入れます。ほいで、リードセットアップですね。ほい。ダッシュしかできん。できないよ。ESC コンフィグレーター。困った時の ESC コンフィグレーターですね。で、これは終了したい。セレクト。で、リードセッティング。これを10ずつ増やしてみます。
結果的にですね、モーターちょっとどうにもこうにも回らなかったので、新しいモーター送っていただきました。本当にチューナールーシーさん、ありがとうございます。お手数おかけしました。はい。というわけで、モーターですね、ちょっと付け直していきたいと思います。まずは回らなかったモーターですね。外していきます。はい。です。で、こちらですね。開けて入れていきます。OK。では、回してみます。いけるのか。はい。で、アーム。お、ムー。ソーン。いきます。ほい。オン。お、やったー。全部回っております。回りました。はい、無事、モーター4つとも回りました。というわけで、次何するんだっけっていうのをちょっと覚えてないんですけど、モーターの向きだ。そう、モーターの回転方向ですね。をちょっと、チェックしてたんですね。チェックしてたので、その続きからやっていこうと思います。それで、モーターでチェックつけて、で、4番。4番も逆。ということは、これ、モーター回転方向をリバースにすればいけるのでは？で、保存して再起動して、OK です。これで解決ですね。で、もし、それぞれのモーターの方向を変えたい場合は、こちらですね。ESC コンフィグレーターで、もしくは BlueJ ですね。で、調整してみてください。OK です。で、あとは OSD の表示設定ですね。なんもね。これお好みで、ここにチェックをつけて画面上に表示させてください。で、保存ですね。OK。で、一応、周波数は、ないので、これは VTX テーブル入れなきゃいけないパターンっぽいですね。で、VTX テーブルを保存して、で、こちらからロードしてください。あとはバンドとチャンネルを選択します。で、保存ですね。OK。で、最後に CLI コマンドラインでリフとダンプを取っておきます。ダンプオールエンド。リフオール。OK です。あとはバッテリー入れた時に映像見えるかですね。ちょっと見ていきます。いや。OK。映ってます。通常だったらバッテリーを入れたタイミングで映像にバッテリー残量とかですね、情報が表示されるはずなんですが、何も表示されません。なぜ？ということで、今回は本当になんかあらゆる罠にはまるんですが、ちょっとこの情報の表示、なんでされないかまた調べてみました。で、この症状を解消するには、まずですね、ベータフライトにつなぎます。ほい。で、接続、OSD 設定で、これ映像形式を、パルにします。で、パルにすると、ここの表示がこんな感じだったのが、ちょっとずれちゃうんですよね。こんな感じ。で、ずれるので、まあ位置もちょっと調整しつつ、こんな感じでいいかな。で、保存して切断します。で、この状態でバッテリーを入れると、数値が出てますね。こんな感じで数値が表示されてます。はい。ということで、最初ちょっと配線違うのかなって見直してたんですけど、ベータフライトの設定でち
ゃんと治るので、もし同じような症状になった方がいたら試してみてください。やっとここまで来ました。今回は本当になんかみんなハマるであろうところにことごとくハマって、めちゃくちゃ超大作となっております。なので、あとはもういよいよキャノピーつけて固定していく感じですね。今回のキャノピーはこちらです。で、つけます。で、あとはバッテリーベルト。はい。で、こうですね。OK。で、あとは、これだ。これをこの辺にタイラップで巻いて大丈夫かな。ここがいいですかね。いいかも。OK です。で、あとはプロペラをつければ完成です。今回は本当になんかあらゆる罠を踏みまくって、すごく苦労して完成した3インチ機になります。プロペラもこれでいい感じですね。こちらが HK プロのプロペラになります。なのでこちらですね、すごい軽い、めっちゃ軽いっす。軽いのと、作る時に結構いろんな作りやすい仕掛けがしてあって、いろんなところでつまずきはしたんですけど、いい作りの基板とかフレームかなと思います。セルザと、ちょっと頑張れば 100g 切りそう。今回はちょっとビルドの動画ということで、ここまでにしておきたいと思います。また飛ばし心地ですね、レビューできたらいいなと思います。それでは今日の動画はこの辺で。バイバイ。